皆さんこんにちは。講談社ゲームクリエイターズラボチーフの片山です。いよいよ Steam ウィンターセールが始まりますね。たくさんのゲームを得に遊べるまたとないチャンスがやってまいりました。でもこんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。面白そうなゲームが多すぎてどれを買えばいいかわからない。そんなゲーム迷子の皆さんに年間100本ゲームを遊ぶ私が今遊ぶべきインディーゲームをご紹介いたします。ぜひ Steam ウィンターセールでのゲーム選びの参考にしてみてください。ではどうぞ。スペースフォージアンバウンド心に咲くかな。これどんなゲームでしょうか。一言で言うとインドネシアの新海誠さんみたいなゲームですね。この世界の終わりが近づいております。高校生のアトマと、ラヤという恋人同士が自分探しの旅に出かけるっていう青春アドベンチャーですね。本当に懐かしの世界系って感じですね。そうですね、世界系とも言えるかもしれないですね。このゲームどんなところがおすすめですか。大体90年代末ぐらいなんじゃないかな。インドネシアが舞台になっています。なんでいわゆる異文化を感じる、我々日本人だとねなかなか感じられないインドネシアの生活とかを知ることができるっていうのがまず面白いところなんじゃないかなと。で今作自体は、アドベンチャーゲームなので何か問題が発生して誰か人物に至らなくてはいけないと。そのために人の心に入って今その人物が悩んでいることを解決したりとかしながらどんどん進めていくっていう、いわゆる王道アドベンチャーゲームではありますね。ただそういう心に入るみたいなこととか、あと時をかけたりとか喋る猫が出てきたりとかいろいろ面白いんですけれども、ちょっと重いテーマの部分もあるかもしれないですね。作中に出てくるバクソっていうインドネシアの肉料理があるんですけど、これはすごい美味しそうだっていう、全然ね余談なんですけど、スチームにはバクソシミュレーターっていう、バクソ屋台を運営するおじさんを手伝うみたいなゲームが出てきて、このゲーム遊ぶとねそれ食べてみたくなりますね。この、アスペースフォージアンバウンド心に咲く花はプロローグ無料配信されているので、これ面白そうだなってなったらぜひぜひ遊んでみてください。本当に東南アジアで今ゲーム遊ぶんならまずこれみたいなところがあるかもしれないですね。どんな人にプレイしてるわけですか。ストーリー重視のゲーム、濃いアドベンチャーゲームが好きな人っていうのが遊んでほしいですね。あとピクセルアートが本当に細かくてもう美麗で美しいので、あと音楽もすごい心に下がってくるんで、そういうのが好きな人に遊んでみてほしいですね。ありがとうございます。はい。続きまして、振り分けスペーシー。このゲームの一言だけ表すと、不条理と注釈のソテー。昭和コロビンのソテー。注釈がすごいんですよ。昔80年代ね、なんとなくクリスタルっていう田中康夫さん。田中康夫さんの元ね長野県知事と書いた小説があるんですけど、それなんかねめちゃくちゃ小説が、400超えるぐらい確か入ったみたいな感じだったんですけど、それをね彷彿とさせる異様に注釈が詳しい、しかもその注釈が面白いっていうゲーム。例えばこのゲームね浪人生がね主人公なんですけど、そこに大学って出てくると注釈が出てきて、でかい職業訓練技量あるいは結婚相談所って書いてあるっていうこういうちょっとなんていうんですかね、物事であれはちょっとそんな感じのねことが大事で、一個一個注釈読んでたりとかね、ネットミームみたいにめちゃくちゃ入ってるんで、どんな人にプレイしてほしいですか。ちょっと古いネットミームとかサブカルとか好きな人おすすめですね。僕も大体遊んでて元ネタは分かったりとかありましたね。クスと笑えるのがねいっぱい入ってるんでめっちゃおすすめですね。ありがとうございます。はい。マインドハックお願いします。はい、このゲーム悪人の頭の中をお花畑に変えるテキストアドベンチャーゲームっていう、悪人いっぱい出てくるんですけど、主人公マインドハッカーっていう心を書き換えられるんですね。悪いやつばっかりなんでハッピーな人格に書き換えるっていうね個性的なゲームですね。一言で表すものなんですか。制作者のフェチを楽しむゲームです。手が画面の中にずっと映ってるんですね。主人公の手なんですけど、そのね手がすごいいい。漫画とかでもこれ結構あるんですよ。某有名な名探偵の漫画とか指差しの手が美しいみたいなのがあったりするんですけど、それと同じようななんとなくね感じました。おすすめポイントお願いします。もう本当にゲーム自体も面白いとか、この文字を打てみたいなのが出てくるんですけど、それ文字を打ち込んでいくと悪人の心がどんどん変わっていくみたいなその感じになってますね。あとキャラクターのルックもすごい良くて、ウニのね囚人が出てきたりとかすっごいトゲトゲしてるんだけど、トゲがどう変わるんですか。心を変えるとねすごい丸っこくなったりみたいな。このゲーム自体まだアーリーアクセスなのでどんどんお話が追加されていくっていうことで、今後も楽しみですね。どんな人にプレイしてほしいですか。手がね好きな人ってとにかく手が好きな人。手が好きな人って
って手のアニメーションが本当にすごいんで、これ普通にPV 見たら分かるんで、僕はもうそれ見て買おうと思いましたね。ありがとうございます。コーヒートークですね。ハイビスカス&バタフライというね、ピンとくることありますか？南国っぽいですね。これ何かっていうと紅茶ですね。こういう紅茶も出てくるんですけど、主人公バリスタなんでね、いろんなお客さん来るんで、その人に合うコーヒーを出したりとかしてお話を聞き出していくっていう。場所はこう架空のシアトルで、人間じゃないいろんな種族がいるんですよ。サキュパスとかね、エルフとかね、猫耳族とかなんか、そういう面白い世界観になってますね。一言で表すとどんなゲームですか？遊べるチル動画です。ローファイヒップホップみたいなね、作業しながらこう聞いてると心がねちょっと落ち着くと同時に上がっていくみたいな、そういうのをゲームに落とし込んだみたいなところがあるなと。ローファイヒップホップ風っていうところはもうサウンドにも表れてて心地よさありますよね。このゲームどんなところが好きでしょうか？いろんな種族出てくるってさっき話したと思うんですけれども、各々こう問題抱えてるわけですよね。ネット社会に気取ってたりとかね、匿名でね人を叩くみたいなのあるじゃないですか。そういうので疲れちゃったんで、心聞くようないっぱいくれみたいなことを言ってくる人が出てきたりとか、ラテを提供するんですけど、そこにラテアート書いたりとかね、みたいな落ち着くね一作になってていいなと思いますね。どんな人にプレイしてもらいたいですか？YouTube でチル動画を見てる人にはもうこのゲームを遊んでみてほしいですね。アクションゲームみたいな難しいところはないので、ぜひぜひね、普段ゲームやらない人も遊んでみてほしいですね。ありがとうございます。ソウルバースですね。このゲーム一言で表すと最先端の国産デッキビルド RPG です。いわゆる JRPG ってあると思うんですけど、主人公がねパーティー作ってね敵を倒して進んでいくと、それをデッキ構築しながらやっていくっていうゲームですね。海外ですごい人気なんですけど、日本ではまだそこまでかなと。ドラクエとかね FF とか、それをもう中にトレーディングカードゲームとかであるみたいなデッキビルドを組み合わせてるっていうところが面白いですね。相手ごとにそういうどのコマンドがこうね弱点みたいなのとかもあったりするんで、スキルをそういう叩き込みながらコンボの戦略を考えるのがすごい楽しいですね。割とね途中まで何も考えないでやっててもいけるんですけど、途中からちょっとこれじゃないっていうのでね何も考えてやるとちょっと困っちゃうみたいな。そうですね。それを考える頭を使うところが楽しいゲーム。楽しいですね。あとね、ドット絵がすごい素敵で、目の多幸感みたいなのがありますよ。どんな人にプレイしてもらいたいですか？RPG の戦闘が好きな人はもうこれ絶対遊ぶべきだっていうことですね。ありがとうございます。This is Thronefall. Our スローンフォール、このゲーム一言で表すと仕事をサボって遊んでたら永遠と遊んでしまうゲームです。ちょうどさっきもね遊んでたんですけど、そのまま永遠に遊んでしまった自分のこの王国をね建設できるんですけど、昼に建設をして夜に敵がこう攻めてくるんで、そこからこう守るみたいなシミュレーションとかストラテジーとヴァンパイアサバイバーみたいに敵が来たら勝手に攻撃してくれるんでっていうゲームですね。特におすすめなところというところですか？ストラテジーゲームってともすれば結構こう複雑になってワンプレイもめちゃくちゃ長くなっちゃったりみたいなことがあると思うんですけど、ここではね面白いとこみたいなのを集めたゲームっていうのになっています。昼に基地建設して夜に敵を倒すっていうサイクルがあるんですけど、ウェーブ制になってて、そういうシングルプレイのキャンペーンみたいなのが続いていくっていうゲームかと思うんですけど、普通のストラテジーが勝利ならこのゲームは本当詰め将棋かなみたいな感じで、敵出てくる順番とか本当決まってるので、それに合わせてこうすれば勝てるかな、こうすれば勝てるかなみたいな、本当に試行錯誤が楽しいっていうゲームですね。どんな人にプレイしてもらいたいですか？長すぎて複雑なストラテジーっていうのも世の中いっぱいあると思うんですけど、そういうのにも飽きてもうちょっとこうシンプルに遊んでみたいんだよなみたいな人にはいいんじゃないかなと思いますね。このゲーム自体アーリーアクセスなので、今後またどんどんね要素が追加されてパワーアップしてくるんじゃないかなと思いますね。あと絵作りがすごいミニマムアートっていうんですかね、シンプルなんだけどこうパキッとしてねいい絵作りになってたりとかするんで、それにも注目ですね。はい、ありがとうございます。ファミレスを享受せよ。このゲーム一言で表すと終電がなくなって始発まで食べてる時の雰囲気が味わえるファミレスのゲームです。いいタイトルですね。説明のところもなあ君、ファミレスを享受せよ。月は満ちに満ち満ちていくし、ドリンクバーだったら文学的ですね。文学的ですよね。改めてどんなところがおすすめですか？雰囲気がもうめちゃくちゃいいんですよ。ファミレスのムーンパレスっていうんですけど、そこにこう閉じ込められた人たち
ね、観察したりとか話しかけたりとかしながらファミレスの謎を解いていくかなみたいなゲームで、ドリンクバーもね加味されてるっていう2時間ぐらいで遊べて、でマルチエンディングになってます。どんな人にプレイしてもらいたいか改めて。夜更けにちょっとこう心のゲームを遊べたいという人もいますね。ありがとうございます。メグと化け物です。このゲーム一言で習いますと。壮大な迷子センターに感動が入ってるっていうゲームです。ロイっていう化け物がいて、女の子のメグっていうそれぞれいるんですけど、メグが魔界に迷い込んでロイっていう魔物に出会うんですけど、メグがこう泣くと世界が終わるっていうのが分かると。おすすめのポイントは？このゲーム本当に感動的なゲームで、ロイって本当に強いんで HP も9万9999なんですけど、基本戦闘でも負けないと。でも戦闘でロイがダメージを受けるとメグの方が精神的ダメージを食らっちゃうんですよね。ゼロになっちゃうと泣いて世界が滅ぶって感じになっちゃうんでなんで RPG の戦闘みたいなのがあるんですけど、それがもう泣かせないようにするみたいなね、斬新なゲーム性になってるのがめちゃくちゃ面白いですね。普通のゲームとはちょっと違う視点で戦わなきゃいけない。そうなんで基本的にはもうアドベンチャーゲームで感動的なストーリーっていうのがあって、そこにこうフレーバーとしてね戦闘が入ってくるっていうので、もうメリハリが効いててすごい面白いですね。大体4、5時間ぐらいあればクリアまでいけるんじゃないかなと思いますね。どんな人にプレイしてもらいたいですか？ギュッと詰め込まれたいい話みたいなのを見たい人はぜひって感じですね。本当にストーリーゲーム好きな人は絶対にこれ2023年の傑作の一つだと思うので遊んでみてください。ありがとうございます。藤浦風力、このゲーム一言であります。究極の昭和雰囲気が味わえるゲームです。令和に蘇ったプレステ1とかセガサターンみたいな、すごいいい雰囲気ですよね。今あえてこのビジュアルをやるんだみたいな驚きがですね。ある夏休みの午後、佐伯は友達の前田に誘われて古書祭りに行くっていうところが始まるんですけど、天才科学者とか出てきたりとか、亡くなった本を探せみたいなという、これも本当にアドベンチャーゲームですね。おすすめのポイントはどういうところですか？ビジュアルがもう本当にノスタルジーを感じさせると、昭和の街並みのこだわりみたいなのがすっごい詰まってていいですね。本とか、あとメロンソーダとかケンケンパとかいろいろ出てくるんですけど、最近あんまり別の本は出ますけど喫茶店とかで出てきたりとか、そこでメロンソーダ飲むとかあるんですけど、懐かしさを感じますね。フリラピスペーシとはまた違った昭和ですね。そうですね。だからそういうのが私も好きなのかもしれないですね。どんな人にプレイしてもらいたいですか？作者の方どういう感性で作ってるのかなみたいな、めちゃくちゃ気になるところなんで、この後もすごい作品作るんじゃないかなっていうのをなんとなく感じさせるところだったりとかするので、早くからこの作品してたよみたいな感じどやみたいな。まだアーリーアクセスなので、この作品もどんどんお話追加されていくと思うので楽しみですね。ありがとうございます。はい、皆様お付き合いいただき本当にありがとうございました。もしこの動画を見て素敵だなとか面白そうだなっていう思えるゲームがありましたら、ぜひ遊んでみてください。新しいゲームに触れるきっかけとかになってくれたら嬉しいなっていうね。いや本当にゲームっていいもんですね。